じらせハウスへようこそ。秋です。廊下 DIY 第4弾はアーチ壁作り。廊下の突き当たりの小さなパントリーの入り口部分に視界の片隅に映るたびに少しテンションが上がるような可愛いアーチ垂れ壁を作ろうと思います。こじらせハウス DIY チャンネルでは大嫌いになってしまった映えない我が家を丸ごと DIY するポンコツ母ちゃんの奮闘を面白おかしくお届け。チャンネル登録お願いします。まずはアーチ壁になるメインの材料である 9mm 厚のベニヤ板を寸法通りに丸ノコでカットしていきます。こちら前回に続きめちゃくちゃ殴り書きの設計図にある通り、中をなるべく広く使うために壁の厚みは7センチと薄めになっています。ぴったり。続いて今回最難関と思われる R 部分のカットに入ります。この工具はトリマーといって、本来様々なビットを付け替えることで面取り、飾り面取り、溝切り等木材を様々な形にトリミングできる工具ですが、今回はトリミング目的ではなくベニヤを半円形に完全に切り離すためにトリマーを使用します。初めて使う工具に四苦八苦、編集ではカットしてますが、まずここまでたどり着くのに数時間かかってます。そして削る深さを微調整するために毎回こんな風に両手にスパナーを持つ必要があります。このトリマーを細長い端材ベニヤに固定し、こんな風にビットの先だけが出るようにしておきます。そしてコンパスで円を描くようにベニヤを半円形に切っていきます。細い溝を掘る用途の 6mm のストレートビットを使用していきましょう。ビットから測ってちょうどアーチの半径になるところにビスでベニヤを留めます。本当にできるのかな。入念にシミュレーションをしてと。いざ一刀入魂といきたいところですが、厚めのベニヤなので2回に分けて切ろうと思います。はじめは 2mm ほど掘ってみます。簡単に綺麗な半円が掘れました。ただ木くずがものすごく飛び散ります。メガネで目を守りましょう。次で切り離せるようビットをさらに深く調整します。ちなみにこういったジグソーという工具で円形に切ることもできます。ジグソーの方が価格的にとっつきやすいですが、綺麗に切るには技術がいります。仕上がりの綺麗さはトリマーに軍配が上がるでしょう。綺麗な半円ができました。準備は大変だったけど、いざ切るのは一瞬で思ったより全然簡単。しっかり固定されているので手で軽く押すだけで勝手に円になります。これはいい。2枚目、さっきは2回に分けてカットしましたが、ビットの深さを調節するのが面倒になってきた。もう1回で切っちゃえ。よかった。一度でもうまく切れました。木くずが半端ないけど、綺麗な半円、こっちを使いたくなるけど使うのはこっちです。壁に合わせてみるとちょっときつかった。後で調節します。続いては壁の中身、ベニヤを支える柱をカットしていきます。柱に使用するのは廃材の 2x4 材です。こちらを壁の厚さに合わせて同じものを14個カットします。量が多いのでスライド丸ノコを使います。カットしたベニヤに並べてみる。こんな感じかな。ボンドでくっつけます。この 2x4 材と壁をビスで留めてアーチを固定していきます。いざ。はい、もはやこじらせあるあるではないでしょうか。間違えました。というか勘違いしてました。先にベニヤに柱を全部止めちゃったけど、これだとインパクトが入らない。そうじゃなくて、この両脇の柱を先に壁の下地にくっつけてから、その柱に R ベニヤを取り付けるが正しい手順でした。ちゃんと調べてやらないからこのようなことが起きるのです。説明書もちゃんと読まずに間違えるタイプ。しかしこじらせ工務店、これ式ではもはやノーダメージであります。ボンドと木材をひっぺがすのも慣れたもんです。サクサク剥がしてさっさと壁に柱をくっつけやしょうと思ったら、何これ、硬っ。全然ビス入らない。めちゃくちゃ硬い。間違えてダイヤモンド材買ったんかっちゅうぐらい硬い。
加えて位置が上すぎて力の入れ方がわからない。中途半端な力でインパクトを空回りさせてビスを舐めまくり、どんどんハイビスが誕生していく。ここで前にモヘヤンに伝授された押してダメなら引いてみろ作戦を思い出します。ビスが入りづらい時は一旦戻してまた押し込むを繰り返すと徐々に入っていくのだ。ビスで下穴を開けながら進んでいくというイメージですね。その方法でなんとか四苦八苦して片側はくっつけることができました。なんでこんなに硬いんだろう。途中までは入るんだけどそこから硬くなに入っていきません。あ、そうだ、インパクトだ。このアイオペンインパクトちゃんではパワー不足なんだわ、きっと。とりあえず道具のせいにしたド素人モヘヤンに本物のインパクトを急遽借りました。これでいけるはずやってあれ、ちょっと待って、重い。パワーの源であるこのマキタ 18V 純正バッテリーが異常に重い。持ち上げてキープするのが精一杯。再び空回る。この辺りでド素人は気づく。いくらパワーのある道具があっても扱う人間にパワーおよびセンスがなければ意味がないということに。こうして涼しい顔で財を仕留め去っていった超大型モヘ人。ありがとうモヘ人、強いぞモヘ人。はい、そんなこんなで無事に柱がくっつきました。アーチ壁作りの最難関は R 部分のカットではなく、なんと壁へのビス止めでした。先ほどボンドで貼り付けた部分をビス止めしていきます。このビスはフレキビスといってネジ頭が深く食い込むため、今回のように仕上げの時にビス頭を隠したい時に重宝します。下穴を開けずともこんな感じでめり込んでくれます。ただ良きところで止めないと薄いベニヤ等は突き破ってしまいます。ビスも種類がありすぎて選定と扱いが難しいですね。いよいよ壁に設置していくんですが、一人ではできないので共同作業といきましょう。再び旦那モヘヤンを召喚。モヘヤンがおパンツ姿で登場したその時、なんとカメラのバッテリー切れ、もしくは見苦しい姿を自動でカットするというカメラ側の最新の機能なんでしょうか。おパンツおじさんのせいで一番の見どころが綺麗にカットされ、アーチの設置が完了してしまいました。裏側から見るとこんな感じ。この4つの柱でアーチ全体を壁にくっつけて支えております。するとおパンツおじさん、おもむろに余った 2x4 をのみで加工しだしました。こういう時モヘヤンは黙ってやるので、何をしているのかできるまでわかりません。説明プリーズ。そしてズボンもプリーズ。どうやらこのままではアーチの裾部分が止まらないと判断し、斜めの柱を作ってくれていたようです。こういうのをさらっと作れるのがすごいですね。ズボンは履いてませんけど。裏側のベニヤも取り付けます。ようやく終わりが見えてきました。